Halo minasan, 今回はスペイン・バルセロナでの旅。ようこそバルセロナへ。この動画では2泊3日で訪れたバルセロナでの観光スポットとグルメを紹介していきます。おすすめのホテルも紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。この建物は何？実はこれはガウディの一番最初の大きいプロジェクト。初めて作ったマンションみたいな感じ。この建物は、ヴィセンスさんのために作られたら、だからその名前にされた、カサ・ヴィセンス。で、ずっと一般人が入れなかったけど、2017年にオープンされたから、その時から普通に博物館として、一般人が入れるようになった。なるほど。普通の健康スポットからちょっと離れてるから、そんなに人もいないかな。まあね。面白い。じゃあ中に入りますか。入りましょう。ちなみにカサビセンスの傘はスペイン語で家を意味します。つまりここはビセンスさんの家。1885年に完成したこの家はマヌエル・ビセンスとその一家の住まいとして使用されました。1899年にはアントニオ・ジョベルの手に渡り改修や増築を得て、2005年にはカサバトリョやサグラダ・ファミリアの生誕のファサード、地下聖堂などとともにユネスコの世界遺産に登録されました。その後売りに出された家はモラバンクによって購入され、約3年の改修の後一般公開されました。カサビセンスはアントニ・ガウディの独創的な建築スタイルが顕著に現れているモダニズム建築の傑作。色彩豊かなタイル、独特のフォルム、オリエンタルとゴシックの要素を融合させたデザインが特徴で、ガウディの後の作品に大きな影響を与えました。3階にはタイルや模型、歴史に関する展示がありました。結構面白いと思う。なんか昔、家族、普通の家族がここに住んでたのは、なんか面白いね。面白い。
すごいね。屋上も来れるんだね。うん。約8年前に私たちがバルセロナを訪れた際は一般公開されていない建物だったので、とても良い経験になりました。そして地下鉄に乗って次に訪れたのはカサバト領。このユニークな外観を持った家、皆さんはガウディが何をイメージしてデザインしたかを知っていますか？正解は海。ガウディは海からインスピレーションを得ました。ですが具体的な計画を立てずに外観から作成に取り組んだことで幻想的なイメージが詰まった家を作り出し、様々な解釈を生みました。バルコニーが仮面や頭蓋骨のようにも見えますよね。そしてよく見ると柱などは骨のようになっています。また残念ながらこの場所からは屋根は見えませんでしたが、動物の背を思わせるようなデザインになっているのだそうです。カサバト領に入ると海の中を思わせるような幻想的な空間が広がっています。少し変わった形状の大きな木のドアやアーチ状の壁、そして海の力を思わせる波打つ天井が特徴的です。内部には木材やステンドグラス、セラミックタイル、石の装飾などさまざまな素材が使われていますが、至る所で流線を描くようなデザインが使用され、どうやらこの建物には直線は使用されていないんだそうです。またガウディは自然光が家のすべての部屋に届くようにパティオを拡張し、異なる青色のタイルで装飾することで光が均一に行き届くようにしました。この家はホセープ・バトリョがもともと住んでいた家をガウディが改築をしてできたものですが、こんなにも美しくユニークで、しかも機能性を兼ね備えた家が出来上がるだなんて夢のように嬉しかったでしょうね。これはカサバトリョで購入したお土産です。私はガラス製品のアイテムを集めているので、素敵なアイテムに出会えて大満足でした。そしてランチをしに来ました。まずはコロッケ。私たちはマッシュルームを選択。日本人からするとかなり馴染みの味で懐かしい気持ちになりました。でも個人的には今まで食べたコロッケの中でも群を抜いて美味しかったです。本当にこれはもう美味しいに決まってますよね。実は数日前にアンドラでも食べていたのですが、やみつきになる美味しさで、このレストランでも注文しました。スペインはイベリコ豚で有名なので、イベリコ豚自体もとても美味しかったです。アヒージョが見つけられなかったのでこの料理を注文したのですが、正解でした。トルティーヤに関しては味の濃いものをたくさん食べているせいか、少し物足りなく感じました。マークはパパタスブラバスがとても気に入ったようで、ものすごい勢いで完食。ドイツ人も嫉妬するほど美味しいポテト料理でした。タパスが充実しているのと、サグラダ・ファミリアが目の前にある
ロケーション抜群のレストランでした。そしてランチの後にはピカソ美術館へ行きました。ピカソはスペインのマラガで生まれました。しかし彼はバルセロナと深いつながりを持っていたことから、ピカソ自身がこの美術館をマラガではなくバルセロナに建てられるべきだと望んでいました。バルセロナのピカソ美術館には4000点以上の作品が展示されています。他のピカソ美術館と異なり、バルセロナの美術館は彼の初期の芸術的発展に焦点を当てていることから、彼の技術や芸術スタイルの進化を見ることができます。珍しいスケッチや陶器があることも特徴です。ピカソが陶器も作っていたのは知らなかったので意外でした。またこの美術館はバルセロナのラ・リベラ地区にある5つの中世の宮殿に収容されており、モダンアートと歴史的な建造物が調和しています。この美術館には青の時代の作品もありました。これらはピカソが20代前半に主に青色を用いて制作した時期の作品で、孤独、悲しみ、貧困など深刻なテーマを扱っています。この時期には彼の友人の死や深刻なうつ病になるなど、彼自身も困窮状態に陥っていました。そして鬱を乗り越え、彼の精神状態が改善すると、徐々に明るい色使いの作品が増えていきました。そしてこの美術館で最も注目すべきは、ピカソが1957年にディエゴ・ベラスケスの傑作を58通りに再解釈して描いたラスメニーナスシリーズです。これらの作品はバルセロナのピカソ美術館に保存されており、ピカソの唯一完全なシリーズとして展示されています。一体彼はどのように再解釈をしてこれらの作品を描いたのでしょう。そしてこの日は夜もスペイン料理を堪能。マークは日本でも牡蠣を食べたことがなかったので初めての牡蠣。私は昔から牡蠣が嫌いだったのですが、久しぶりに食べた牡蠣はとても美味しく思えて好きになりました。たたきってこんな感じだったっけと思わせるほど、舌の上でとろけるような、口の中いっぱいにうまみが広がっていくような一品でした。続いてイカスミのパエリア。2人して口周りをイカスミで染めながら美味しくいただきました。でも個人的には普通のシーフードのパエリアの方が好きですかね。また後半に別のレストランで紹介します。そして最後はデザート。マークは牛乳プリン、私はチョコレートにしました。おしゃれな料理が多く、見て食べて楽しめるレストランでした。ホテルの部屋に戻ると、サグラダ・ファミリアがライトアップされていました。ロケーションはここ。とっても景観のいいホテルで本当におすすめです。ホテルの従業員の方に聞いた話だと、
ざっくり部屋のランク付けはこの通り。スイート、低層サグラダ・ファミリアビュー、高層サグラダ・ファミリアビュー、ビューなし。今回それを知らずに金額面からランク2にあたる部屋を予約していたのですが、ホテル側は眺めよりも部屋が広い方がいい部屋だと考えているようで失敗しました。低層だとサグラダ・ファミリアの前にある建物も結構視界に入ってくるので、部屋が狭くて高層の方がいいんじゃないかなと思いました。ホテルに電話して予約するのであれば間違いないかもしれませんね。なんか感動するうんよね。何百年もかかったでしょ。うん。すごいね。これはネイティビティシーンだよね。うんでジーザスの赤ちゃんは真ん中にいて、マリアとヨセフで3人のマギうんが贈り物を持ってきてる。うんこれも面白い。もうローマ時代だったでしょ。うんジーザス生まれる前にうんユダヤ人の王様が生まれるよとうん予想された。だからローマ人はたくさんのなんかユダヤ人の赤ちゃんを殺した。それはこのローマ人の絵示を示してるかな。そういうことか。確かになんかお父さんが子供を連れて行かないでという風にしてるね。むしろ明日にはそう結構残酷だね。もうすごいね、なんか深いね。一個一個が物語がある。そうだね。で上のところにもクロスがあるね。ああね。なんかそのまま石から出てきたいう感じがするよね。うんさて、中に入ってみましょう。サグラダ・ファミリアの建設は1882年に始まりましたが、140年以上経った今も未だ完成していません。完成予定は2026年です。ガウディは自然からの要素を取り入れ、木々や枝分かれした天蓋を模した柱を特徴にデザインしました。また内部はステンドグラスの窓から差し込む色とりどりの光で一日の異なる時間を反映するように設計されました。建設中であるにもかかわらず、サグラダ・ファミリアは1984年以来その文化的重要性を示すユネスコ世界遺産に登録されています。柱にさ、色が反射してるのが綺麗だよね。ああね。なんかすごいね。本当に天才だと思う。結構。でもさ、すごくない？一個一個のさ、なんかどうやってやってる？宇宙人が作ったら教会みたいに入ってる。確かに。すごいね。これは何回見てもちょっと感動するね。ああ、綺麗。
ちなみにサグラダ・ファミリアでは2つの塔の上にもエレベーターを使ってアクセスできますが、私たちは行きませんでした。そしてこちらは地下聖堂、サグラダ・ファミリアの最も古い部分でもあり、アントニ・ガウディのお墓でもあります。ちなみにこの後ろ側の、面白いことは、前の方はそのネイティビティシーン、つまりジーザスが生まれた時のシーンだった。で、後ろ側はジーザスがローマ人によって殺されたシーンになってる。そういうことか。なんか下の方は、ローマ人とジーザスがその十字の、クロスを運んでる。合ってるよ、十字架で。十字架で、上の方はその十字架に貼り付けられてる。それはイースターだったね。イースターは一回殺されて3日後にイエス・キリストが生き返った日。そう。それをお祝いするのがイースター。そう。クリス教の国には、クリスマスの後イースターは2番目の大きいイベント。一度入ったことがあるのですぐに諦めることができましたが、どの観光スポットも人がいっぱいなので、可能な限りオンラインで事前にチケットを購入することをお勧めします。気を取り直してこの日のランチへ。これは揚げた唐辛子に塩をかけていただくシンプルに美味しいおつまみです。もっと弾力のあるタコだと思っていたんですが、かなり柔らかくて食べやすかったです。もうタパスが本当に最高ですね。スペインといったらパエリアですよね。この映像を見ているだけでも味を思い出してよだれが出てきそうです。スペイングルメ最高。デザートは別腹ということで、こちらも美味しくいただきました。メニューも豊富で活気あふれる素敵なレストランでした。そして最後はケーブルカーに乗ってムンジュイック城に行きました。といっても今回は城の中には入らず、城の周りの景色を楽しみました。私たちの目当てはこの景色。ムンジュイック城付近からの景色がとっても綺麗なんですよ。目の前には地中海が広がっています。クルーズ船や貨物船がたくさん停泊していますね。城の周りでは犬の散歩を楽しむ人やアーチェリーを楽しむ人の姿もありました。今回の旅ではたくさんのスペイン料理を堪能したり、久しぶりのバルセロナに感動したり、最高のスペイン旅行が満喫できました。でも本当に観光客が多いので、バルセロナ観光をする方はできる限り事前にオンラインチケットを購入しておくことをお勧めします。
さてバルセロナの旅はここまで。次回はスペインタラゴナの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース